検察側、弁護側、準備はよろしいですか？弁護側、準備完了しております。バカほどバカゆえにバカな夢を見る者。今から10分以内に弁護人は意見を変えざるを得なくなるだろう。検察側、準備の方は。発言中よ。邪魔するとこの無知が物を言うわ。無知ではなく、できれば口で。落ち着いてください。親父と違って息がいいな。では早速最初の証人を呼ぶことにしよう。はっ、これよ、よし。証人、名前と職業は？糸の小桐圭介、所轄署の刑事です。事件の説明を。はっ、事件発生は全日本ヒーロー・オブ・ヒーロー授賞式後、被害者である藤見の勲が死体で発見されたっす。死因はマフラーによる絞殺。マフラー？死因の特定には少し時間がかかったっすが、他殺に間違いないですね。弁護人、尋問をお願いします。はい。では証人にお聞きします。死因はナイフじゃなかったんですか？鑑識の結果はマフラーです。じゃあナイフは？被害者の死後、念を入れて刺されたもののようですね。犯人はとても用心深い人間のようですね。次に進みなさい。警察がなぜ大トロ慎吾を逮捕したのか、その根拠について。はっ、まず被告人大トロ慎吾、被害者藤見の勲はライバル関係にあったっす。つまりこの二人は互いの存在が邪魔だった。これが動機ですね。そして証拠、この凶器に使われたナイフには被告人の指紋がバッチリと残っていたっす。つまりこのナイフは被告人が事前に購入し準備していた。これは計画殺人っす。もうこれは決定的ですね。待ってください。計画殺人の根拠はあらかじめナイフを購入していたからでしょうか？その通りです。あのナイフは被告人が事前に購入し準備していた。いや、そのナイフは被告が事前に購入したものではありません。ナイフの柄を見ればすぐに分かることです。坂東と刻印されていますね。バンド？ホテルの名前です。つまり凶器のナイフはホテルのものということは、犯行は計画的なものではなかったのです。確かに。被害そんなことに気がつかないバカはこいつだけだ。確かに。すいませんでした。問題はそのナイフが一体どこにあったものかだ。それはもちろん被害者藤見のさんの部屋では。残念ながらそうではないわ。被害者藤見の勲の控室の写真を見てみなさい。被害者は殺害される前に事件現場となる控室で食事をとっている。しかしテーブルの上に注目すると、確かにナイフとフォークが揃っていますね。ではこのナイフは一体どこから？被告人大トロ慎吾の控室を思い出すといいわ。テーブルの上、何か足りないものがあるでしょう。まさか。そう、ナイフが一本足りない。大トロは食事に使ったナイフを持って被害者の控室に行った。ではなぜナイフを持っていたのか。理由は一つ、殺意があったからだ。お見事お見事、鮮やかな立証でした。まずい。乗ってから本気でまずい状況だぞ。凶器に残っていた指紋。証拠は十分ですね。では次の証人を呼ぶことにしよう。警察側の立証はこれで十分ではないでしょうか。私の作ったシナリオに口出しする気？シナリオ？じいさん、さっきから余計なこと言いすぎだよ。なるほど、龍一。私があなたにする復讐はただの復讐じゃない。完璧な勝利という名の復讐よ。怖い。証人、お待たせ。おばちゃん。証人、名前と職業は？大場薫、ホテルの警備員をやってます。証人は事件があった夜もホテルで警備員をしていた。間違いないな。そうよ。授賞式の後は控室の前をうろついてたわ。他にも仕事があったんでずーっと見てるわけにはいかなかったんだけど。そこで何を見たんだ？大トロ慎吾さん出てきたんだよ。勲ちゃんの控室からコソ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 。目撃者っておばちゃんだったのか。どうだい、犯人は大トロしかいないだろ。弁護人、尋問をお願いします。はい。では証人にお聞きします。被告を見た、間違いありませんか？ないね。本当に？くどいね、見たって言ってんだよ。では、そうだ。証人の見た人物の服装について詳しく聞かせてもらえませんか？服装？はい。そんなの決まってんだから。あれだよ、これいつも着てる派手なバイクスーツだよ。あの赤いバイクスーツを着ていた。本当に？だから本当だって言ってんだろ。果てしなく疲れるやりとりだ。この尋問に一体何の意味があるというの？弁護人、何か意味はあるのですか？もちろんあります。証人、
事件があった時刻の前後、被告がどんな服装をしていたかご存知ですか？はあ、だからその派手なバイクスーツを着てたって言ってんだろ。いきなりそれはおかしいですね。それってどれのことだよ。派手なバイクスーツです。大トロさんはその頃アトラクションショーを控え、殿様の衣装を着ていたはずです。いきなりそれが何だと言うんだ。犯行に及ぶ時は目立たないようバイクスーツに着替えただけだ。いきなり何度も言いますが、大トロさんのバイクスーツはとても派手なものです。むしろそっちの方が目立つと思いますが、それに殿様の衣装は着るのにも脱ぐのにもとても手間のかかるもので、一人では脱着が不可能だそうです。それをわざわざ脱いで犯行に及んだ理由は何でしょなんでしょう。う？いや、あなたです。そんなことおばちゃんに聞かれたって。ああ、確かにおかしいですね。ちょっと待った。思い出した。バイクスーツじゃなくて殿様の衣装着てたんだ。おばちゃん間違えちゃったって言うけどよ。いきなり証人、あなたが目撃した被告が殿様の衣装を着ていたというのなら、そのナイフを見てください。それがなんだい。裁判長、その証拠が重要なのはなぜですか？被告の指紋がついているからでしょ。その通り。しかし犯行の際、殿様の衣装を着ていたのなら手袋をしていたはずですから、ナイフに指紋は残りません。それどころかついていた指紋は消えてしまうでしょう。衣装の手袋を取って刺したのかもしれない。いきなりなぜそんなことを？凶器に指紋を残すためですか？そんなことはありえない。つまりナイフは大トロさんに罪を着せるために偽装された偽の証拠だったんです。少年おばちゃんじゃなかった証人、そんなに心配しなくても大丈夫です。あなたは何も見間違えていないんですから。あなたの証言は最初のもので合っている。目撃した犯人は派手なバイクスーツを着ていたんです。でもそれじゃ一体。では弁護人、一体誰なんです？その被告に罪を着せようとしていた人物とは。それはまず大トロさんの控室に自由に出入りできた人です。そしてその人は大トロさんと食事をとりました。食事を。だからその人なら簡単に手に入れることができたんです。大トロさんの指紋のついたナイフを。おお、なるほど。さらにその人は事件前日から体調を崩し、大トロさんの赤い上着を借り着ていた。弁護側は大トロさんのマネージャー神谷桐生さんによる犯行と推測します。審理は予想外の展開を見せましたね。ではここで本法廷は神谷桐生さんの召喚を要求します。彼女の証言を聞かない限り判決を下すわけにはいきません。いいだろう。待ってください。違うの。違うんです。私じゃない。私はやってないわ。大トロよ。全部あいつがやったの。あいつが殺したのよ。まずい。この流れでいくと審理がストップしてしまうぞ。今日のうちに無罪判決を取らないと迷うちゃう。私じゃない。私がやったんじゃないわ。では審理はここで一旦終了します。検察側、弁護側とも事件をもう一度よーく洗い直して。ちょっと待ってください。困ります。審理は続けてもらわないと。そう言われましても証人があのような状態では。だったら判決をお願いします。はあ。証拠はもう全て出揃ったはずです。大トロさんは無罪だ。バカなことを言うな。審理はまだ終わっていない。だったら証拠を見せるんだ。君の親父さんも言っていた決定的な証拠、決定的な証人をお願いします。お願いします。裁判長、判決を。でもそれは裁判長。今の言葉そっくりそのままお返しするわ。被告が真犯人でないと主張するなら弁護側もそれなりの証拠を提示するべきよ。その通り。何をそんなに焦っているの？なるほど、雄一。心配しなくてもあなたの負けに揺るぎはないわ。何を根拠にそんなこと言ってるんです。そこまで。そこまでです。では本日はこれにて閉廷。待ってください。殺しやがった。もしもし。惜しかったですね。あと少しで無罪を勝ち取れそうでした。見ていたのか。残念ですがタイムリミット。頼む、待ってくれ。あと1日だけ待ってくれ。必ず今度こそ無罪判決を取ってみせる。やむを得ませんね。
私としても無罪判決がどうしても必要なんです。そうだ、今日の頑張りに対して一つプレゼントを差し上げましょプレゼント。う。健闘をお祈りします。ちょっと待って。なんでしょう、プレゼントって。なんだこの音は。まさか銃声。カルマ検事。車検事、大丈夫ですか？しっかりするさ、車検事。冗談だろ。まさかこれが殺し屋からのプレゼント。次の審理は一体どうなってしまうのでしょう。何をしてるそこんだ。三剣。剣？切り口を見せるんだ。弾は貫通しているようだ。すぐに止血すれば問題はないだろう。何をそれも揃ってぼーっとしてる。早く救急車呼ぶんだ。どうしてお前がここに？国際指名手配中の殺し屋を追っていたらここへたどり着いた。なるほど龍一。